今回も紐解いていきましょうか。まずは想像してみてください。今、あなたの目の前のデスクにですね、まだ読んでいない分厚い PDF 資料の山があるとします。耳が痛い話ですね、それ。ですよね。で、パソコンのブラウザには、後で読もうって決めて開いたままの長文記事のタブがもう何十個も並んでいて、よくある光景です。さらに過去の会議の録音データとか自分が適当に殴り書きしたメモなんかがあちこちに散乱している。これらをですね、すべて瞬時に読み込んで完璧に記憶して、あなたが今知りたいことだけを的確に教えてくれる、そんな自分専用の超優秀な助手が隣にいてくれたらってリスナーのあなたも思ったことありませんか？いやー、情報過多の今の時代、それはもう誰もが絶望する究極のファンタジーですよね。私たちは日々、情報をただ消費するだけで精一杯になっちゃってて、はい。そこから深く考えるっていう、本来やりたい知的作業にたどり着く前に、もう脳のエネルギーを完全に使い果たしてしまっているんですよ。まさにその通りなんです。だからこそ今回のこの徹底的な進行ぶり、私すごくワクワクしているんです。今日のトピックを境に、リスナーのあなたの情報の扱い方が根本から変わるかもしれません。今回は本当に画期的なツールを取り上げますからね。はい。今日のテーマは、Google が提供している AI リサーチアシスタント、ノートブック LM です。これ単なる長い文章を要約してくれる便利ツールだと思ったらお間違いなんですよね。そうですね。要約ツールという枠には到底収まりきらないです。今回はこのノートブック LM があなた自身の考えるパートナーとしてどう機能するのか、その進化を探求していくのがミッションです。今回は様々な資料をもとに分析していきます。Google ワークスペースの公式 YouTube 動画の書き越しや、モバイルアプリ、それから新機能のビデオオーバービューズ、つまり動画概要のリリースノートですね。それからノートブック LM の活用法トップ10という事例集も用意しました。さらにですね、今回は専門的なガイドブックの知見もお借りしています。はい。インプレス社から出版されている解説書、できる Google ノートブック LM、可能性は無限大、自分専用 AI ノート活用法ですね。清水律さんとできるシリーズ編集部による著書で、税込み1870円で販売されているものです。その本の抜粋テキストなんかも交えつつ、この魔法のようなツールをあらゆる角度から解き明かしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、早速本題に入りたいんですが、まず最初にクリアにしておきたいことがありまして、はい、何でしょうか。世の中にはすでにチャット GPT みたいな生成 AI が溢れ返っているじゃないですか。正直なところ、もう AI チャットボットはお腹いっぱいだよって感じているリスナーの方もいると思うんですよ。ノートブック LM ってそれらと一体何が違うんですか？なるほど。その答えの核心はですね、AI が一体どこから知識を引っ張ってきているのかという点にあるんです。どこから知識を引っ張ってくるかですか？一般的な AI チャットボットって、インターネット上のものすごく膨大なデータを学習して、そこから次に来そうな一番もっともらしい言葉を確率で紡ぎ出してるんですね。だからたまにもっともらしい顔をして平気で嘘をつくわけですね。その通りです。それが専門用語でいうハルシネーション、つまり幻覚と呼ばれる現象なんです。でも、ノートブック LM はベースとなる技術へのアプローチが全く違いまして、ほう。これ、RAG と呼ばれる仕組みを使っているんです。日本語で言うと、検索拡張生成ですね。ちょっと待ってください。RAG、検索拡張生成ですか？つまり、インターネット全体の海から AI が勝手に噛んで答えるんじゃなくて、
ユーザー自身がアップロードした PDF とかウェブサイト、動画みたいな特定の信頼できる資料だけを検索してそこから答えを作ってくれるってことですか？まさにそういうことです。自分がこれは信頼できると判断して読み込ませた情報だけをコンテキスト、つまり前提条件として扱うので、AI が勝手な知識をでっち上げる嘘をつくリスクが極めて低くなるんですよ。なるほど。これ例えるなら自分の頭の中のうろ覚えの記憶だけで挑まなきゃいけないテストじゃなくて、自分が持ち込んだ教科書とかノートだけを開いて答えていい持ち込み化の試験みたいなものですね。その例えすごくわかりやすいですね。まさに持ち込み化の試験です。ただ、ここで一つ疑問が湧きませんか？疑問ですか？はい。毎回何百ページもあるような資料を持ち込んで、AI がいちいち最初から最後まで読み直して答えているとしたら、確かにものすごく処理が遅くなりそうですし、コンピューターの計算コストも跳ね上がっちゃう気がします。そうなんですよ。そこで登場するのが、できる Google ノートブック Elm の解説書でも詳しく触れられているもう一つの重要な技術なんです。もう一つの技術？CAG と呼ばれるものです。キャッシュ拡張生成ですね。ここで非常に興味深いのが、この CAG のメカニズムなんです。キャッシュっていうと一時保存みたいなことですか？AI はあなたがアップロードした500ページの資料を質問されるたびに毎回ゼロから読み直すわけじゃないんです。一度読み込んだら、それを短期記憶、つまりキャッシュとして保持したまま待機しているんですよ。なるほど。分厚い本の内容を丸ごと頭の中のホワイトボードにバーッと書き写した状態で、いつでも聞いてくださいって待ってくれているようなイメージですね。まさにそれです。だからこそ、あなたが立て続けに100個の質問を投げかけても、AI は瞬時にしかも正確に答えを返すことができる。RAG で情報の範囲をきっちり限定して、CAG で高速に処理する。すごい。この組み合わせがあるからこそ、ノートブック Elm はビジネスや学習の現場で圧倒的に実用的だと言われているんです。いやー、それならもう完璧じゃないですか？嘘もつかないし処理も早いなら、仕事の国費ファイルとかネットで拾った誰かの有料記事とか、もう何でもかんでもとりあえず放り込んでおけば。ちょっと待ってください。そこは少し立ち止まって考える必要がありますね。ダメなんですか？ツール自体が安全に設計されているからといって、無条件に何でもアップロードしていいわけではないんですよ。ユーザー自身がいわば賢い情報の管理人にならなければいけないんです。賢い情報の管理人と言いますと？大きく分けて2つの絶対的な注意点がありまして、1つは著作権ですね。なるほど。例えば、他人が書いた市販の小説を丸ごとアップロードして、この作者の文体で新しいストーリーを書いてよなんて出力させると、それは既存の創作的表現の侵害になっちゃう恐れがありますね。そうなんです。解説書でも警告されているんですが、あくまで自分自身の理解を深めるための非共助目的での解析に留めるべきなんですね。もう一つの注意点は何ですか？社内の機密データの扱いです。機密情報。でもこれ自分のアカウント内だけの話じゃないんですか？ノートデック LM の使用上は、ユーザーが入力したデータが Google の AI の学習に使われることはないとされています。はい。でも、だからといって、クラウド上のサービスに会社の機密情報をアップロードするという行為そのものが、組織のセキュリティルールに違反してしまうケースって多々あるんですよ。確かに。いくら持ち込み化の試験だからって、他人のカンニングペーパーとか、絶対に持ち出しちゃいけない社外費のファイルを勝手に持ち込んじゃいけないのと同じですね。そういうことです。ツールがどれだけ賢くなっても、最終的に何を読み込ませるかの責任を持つのは私たち人間だということですね。なるほど。よくわかりました。その大前提さえしっかり理解していれば、これほど頼りになるパートナーはいないわけですね。そしてですね、ここからがノートブック LM の真骨頂なんです。単にテキストを読み込んで、テキストで要約を返してくれるだけのツールだと思っていたら、いい意味で大きく裏切られますよ。そうなんです。リスナーの皆さん、ここからが本当に面白いところなんですが、私この機能を知ったとき、ドキンを抜かれました。今、情報を読む時代から聞く、見る時代へと、知識の消化方法が根本から変わるパラダイムシフトが起きてますよね。おっしゃる通りです。その最たる例が、オーディオオーバービューズ、つまり音声概要という機能なんですが、これすごすぎませんか？これにはリスナーのあなたも驚くと思いますよ。自分がアップロードした資料を元にして、2人の AI ホストがまるでポッドキャスト番組のように語り合う音声を自動で生成してくれる機能なんです。まさに今私たちがこうやって話しているみたいに AI 同士が
それってこういうことだよね。本当に興味深いですね。なんて相槌を打ちながら難しい資料を解説してくれるんですよね。そうなんです。これ、裏でどうやってるんですか？ただ単に文章を音声合成でつらつら読み上げているだけじゃないですよね。全く違います。AI はまずアップロードされた資料全体の論理構造や核となるテーマを深く解析します。はい。そしてそれを対話形式のスクリプトとして完全に再構築するんです。その上で声のトーン、息継ぎのタイミング、さらには感情の起伏まで細かく計算された合成音声を使って一つの番組として作り上げているんですよ。いや、本当に人間が喋っているみたいに自然なんですよね。しかも最近のアップデートで追加された新機能、ビデオオーバービューズ、つまり動画概要ですよ。テキストと音声に続いて、ついに動画まで作れるようになりましたからね。数分待つだけで資料の中にある重要な図表とか引用、数字なんかを AI が勝手に抽出してくれて、それを AI ホストが視覚的に解説する動画にしてくれるんですよね。はい。ただ文字を並べるだけじゃなくて、視覚的なディープダイブを提供してくれるんです。しかもこれカスタマイズ性が非常に高くてですね。オープンエンドのテキストボックスでターゲット層とか学習の目標を指定できるってやつですね。そうです。形式もシナマティック。これは18歳以上向けの英語のみですが、それからエクスプレイナー、つまり解説風、あとはブリーフ、簡潔な形式なんかから選べます。しかもビジュアルスタイルも選べるんですよね。クラシックとかホワイトボード風、ウォーターカラー、水彩画風。あとは18歳以上向けですが、かわいいスタイルとか、アニメスタイルとか。実は私、Google のプロダクトマネージャーが社内のミーティングノートとか市場開拓の資料を動画化してチームに共有してるっていう事例を見てすごく気になっていたんです。例えばですよ、ものすごく難しいお堅い税金関連の書類を読み込ませて、スタイルを可愛いとかアニメに指定して解説動画にするなんてことも本当にできるんですか？もちろんです。これ全体像に結びつけて考えてみると非常に面白いんですが、はい。AI は税法の複雑な論理構造を抽出して、それを例えばアニメのキャラクターが黒板で図解しながら説明するような親しみやすいストーリーと視覚的なメタファーに翻訳して映像化してくれるんです。へー。ただ表面的なフィルターをかけて文字の周りにキラキラしたエフェクトを飛ばすとかそういうんじゃなくて、情報の見せ方そのものを根本から再構築しているんですね。その通りです。じゃあなぜわざわざそんな多様な出力形式を用意しているのか。それは人間が持つ認知特性に深く関わってるんです。認知特性ですか？リスナーのあなたも心当たりがあるはずです。テキストを黙々と読むのが得意なタイプの人もいれば、はい。図解を見た方がスッと理解できる視覚優位なタイプの人。あるいは人の話や音声を聞くのが一番頭に入る腸活優位なタイプの人。いろいろいますよね。確かに。私なんかは完全に文字の羅列を見るとすぐに眠くなっちゃうタイプなんですが。だとすれば、ノートブック LM がその難解なテキストをあなたが一番消化しやすい音声やアニメ風の動画に変形させてくれるわけです。これは単なるエンタメ機能ではなくて、誰もが同じ情報にアクセスできるようにするための究極のアクセシビリティツールなんですよ。なるほど。情報を私の脳の形に合わせて料理し直してくれる専属シェフみたいなものですね。これはすごいです。そしてですね、その超優秀なアシスタントが今やモバイルアプリとしてあなたのポケットの中に充中するようになったんです。スマホでいつでも使えるようなのは本当にでかいですよね。世界80以上の言語と国で順次ロールアウトされているそうですし。私使ってみて気づいたんですけど、わざわざパソコンの前に座ってさあリサーチするぞって気合を入れなくてもいいんですよね。電車の中でスマホを見てて、この記事長いなと思ったら、共有ボタンから直接ノートブック LM にソースとして追加できちゃう。ブラウザやアプリから直接共有できるのは便利ですよね。アプリ内のプロンプトボックスからウェブ上のソースを直接検索してインポートできるファストリサーチ、高速リサーチ機能もありますし。そうそう、情報収集の摩擦がゼロになった感覚があります。ただ、アプリ版ってまだ少し制限があるんですよね。はい。現状のアプリ版ではサポートしているソースが PDF、ウェブサイト、YouTube 動画、音声、あとはコピーしたテキストのみになっています。ふむふむ。チャットの詳細な設定とか共有機能、あとは情報の視覚的整理に使うマインドマップの生成、
なんかはモバイルではまだ非対応なので、そういう込み入った作業はデスクトップ版を使うのが推奨されていますね。なるほど。でもそれ以外の機能だけでも十分すごいです。特に驚いたのが学習ツールとしての機能で、フラッシュカード、つまり単語帳とかクイズの機能ですよ。ええ、暗記や学習に非常に役立つ機能ですね。解説書のできる本によると、他にもインフォグラフィックを作ったり、改訂可能なスライドデッキを作ったり、スケジュールを把握するタイムラインを作ったり、資料から FAQ を作成したりと、本当に多彩です。つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか。資格勉強なんかで今まで自分で一生懸命ノートにまとめてた時間を丸ごとすっ飛ばせるってことですよね。自分で教材を読み込ませて、あとは AI が作ってくれたフラッシュカードをめくって、間違えた問題だけをやり直す。でもちょっと意地悪な質問してもいいですか。もちろんです。学生時代って自分で分厚い教科書を読んで、大事なところにマーカーを引いて時間をかけて単語帳を手作りしてましたよね。まとめる作業自体が勉強だった気がするんです。AI に単語帳まで全部作ってもらったら、ただ楽をしてるだけで全然頭に入らないんじゃないですか。それは多くの人が陥りがちな直感的な誤解ですね。誤解ですか。はい。学習科学の観点から言えば、人間の記憶の定着において、ノートをきれいにまとめる作業というのは、実はあまり学習効果が高くないことが分かっているんです。そうなんですか。私あんなに時間かけてたのに。なぜなら、それは情報を脳に貯める、つまりインプットするだけの受動的な作業だからです。記憶を強固にするために本当に必要なのは、脳から情報を取り出す、アウトプットする練習なんです。取り出す練習。専門用語で、アクティブリコールと呼ばれるプロセスですね。フラッシュカードを見て、これの答えは何だっけと脳に負荷をかけて思い出す。その瞬間、神経回路が強化されるんですよ。ははだからノートブック LM は、あなたがインプットにかける無駄な時間を極限まで削り落として、最も学習効果の高いアウトプットの練習にすぐさま移行させてくれるツールなんです。単なる情報の保管庫ではなくて、インタラクティブな家庭教師になっていると分析できますね。なるほど。楽をしているんじゃなくて、一番苦しくて効果のある思い出す作業にだけ自分のエネルギーを集中できる環境を作ってくれているんだ。受動的な読書から能動的な学習プロセスへの見事なシフトですね。その通りです。そして、この強力な情報との対話機能をですね、単なる学習やビジネスの枠を超えて、全く予期せぬクリエイティブな方法で使いこなしているユーザーたちがたくさんいるんです。そう、そこなんです。私も活用法トップ10の事例を見ていたんですが、仕事の効率化だけじゃない、ちょっと変わった使われ方がたくさんあって驚きました。いろいろありましたね。例えば、小説家が自分の書きかけの原稿とか、マスターブックと呼ばれる設定資料集を全部読み込ませて、このキャラクターの性格に矛盾はないとか、回収し忘れているプロットのつながりはないって AI に指摘してもらうとか。面白いですよね。ビジネス面でも、例えば競合他社の労働組合の契約書を分析して交渉に役立てたり、大量の SNS の口コミを読み込ませて自社製品の評判を分析する事例ができるの本でも紹介されています。ホビーやレジャーの分野でもボードゲームの分厚いルールブックを読み込ませておいて、プレイ中にルールを素早く確認するなんていう使い方も紹介されていましたね。特にユニークだったのが TRP、テーブルトーク RPG のダンジョンズ&ドラゴンズ、通称 D&D のゲームマスターの事例です。あれはすごかったですね。はい。過去のプレイセッションの録音データをすべてアップロードして、そこからイベントを抽出して、複雑に絡み寄ったプロットやセッションの振り返りを作成しているそうです。膨大な設定やフラグを管理しなきゃいけないゲームマスターにとっては、まさに神のようなツールでしょうね。でも、私が一番衝撃を受けたのは、もっとパーソナルな自己小説とかウェルビーイング、メンタルヘルスの領域での使い方なんです。日記やセラピーの書き起こしをアップロードするケースですね。そうです。何年分ものの個人的な日記とか、自分がセラピーで話した内容のテキストをノートブック LM に読み込ませる。そして AI に向かって、私の意思決定のパターンって何？とか、私特有の認知バイアスを発見してって問いかけて、自分のコアバリュー、つまり本当の価値観を客観的に特定しようとしている人たちがいるんです。これ自分の頭の中の思考の癖を AI に見抜かれるなんて少し怖いような気もしますけど、でも同時に最高にパーソナルで深い体験ですよね。そうですね。これは私たちに非常に重要な疑問を提起していると思います。重要な疑問ですか？
個人的な日記、財務データ、自分が最も影響を受けた本、日々のメモ、そういった自分の人生そのものを AI にインプットし続けたとき、何が起きるのか。何が起きるんでしょノートブック LM は単なる便利なツールを超えて人間の外部脳、つまりセカンドブレインとして機能し始めるんです。う？外部脳。私たちはこれまで自分の記憶や経験を自分の脳内だけで処理してきました。でも、時には忘れてしまったり、一時的な感情によって事実を歪めて記憶してしまったりするじゃないですか。ありますね。自分にとって都合よく解釈しちゃったり。でも、その記録をノートブック LM という外部に置き、いつでも論理的に参照、対話できる形にしているわけです。まさに自分専用の外部脳ですね。しかも、他のユーザーが作成したテンプレートとか、注目のノートブックを活用する公開ノートブックのエコシステムもあるじゃないですか。ええ、ありますね。もちろん、情報の不正確さには自己責任が伴う点には留意しなきゃいけませんけど、自分の脳を拡張するだけじゃなくて、他人の思考のフレームワークまで借りることがなんて、本当に無限の可能性を感じます。インプットの効率化から始まり、認知特性に合わせた動画や音声への変形、フラッシュカードによる学習支援、そして最終的には自分の人生のデータを元にした深い自己洞察まで、ノートブック LM は人間の思考プロセス全体を支えるインフラになりつつありますね。いやー、今回の深掘り本当にあっという間でした。今日私たちはノートブック LM というツールの奥深い世界を探索してきましたね。ええ。RAG と CAG という技術によってハルシネーションの不安なく信頼できる情報源として使えること、読むのが辛いテキストを AI 同士の音声対話や自分に合ったスタイルの動画に劇的に変換してくれること、はい。そしてスマホのモバイルアプリでいつでもどこでも能動的な学習ができ、究極的には D&D のシナリオ管理からセラピーの自己分析まで幅広い実践的な活用法があることを見てきました。ええ。情報の消化方法が根本から変わるパラダイムシフトですね。リスナーのあなたに改めてお伝えしたいです。今、あなたのデスクに積まれている未読の PDF 資料や、後で読もうとブックマークしたままの長文記事、あるいは自分の過去のメモ帳、それらをノートブック LM という魔法の箱に入れることで、全く新しい対話のパートナーに変わるんです。ええ。もう準備は整っています。では最後に、リスナーのあなたに一つの挑発的な思考立憲を投げかけて、今回のエピソードを終えたいと思います。はい。先ほどお話しした日記の事例をさらに極端に推し進めてみましょう。もしあなたが過去何十年分ものの自分の日記、すべての財務記録、最も影響を受けた本、そして日常のあらゆるメモを来る日も来る日もノートブック LM にアップロードし続けたとしたら、ふむ。数年後、その AI はあなた自身よりもあなたの考え方やあなたが次に取るべき最適な行動を深く理解している存在になるのではないでしょうか。それはあり得る話ですね。情報過多を解決するために生まれたはずのツールが、やがてあなたという人間の最も理解ある鏡になる日も近いのかもしれません。その完璧な鏡を覗き込む覚悟はあなたにありますか？深い問いですね。ええ、ぜひご自身でも探索してみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。